皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。前回の動画で示したように、数値微分の代表的な方法である有限差分法では、桁落ち誤差が発生するため、微分を含む複雑な計算を行ったとき、計算結果の信頼性に不安が生じます。そこで今回の動画では、常に超高精度の計算値を与える複素微分法についてお話しします。複素微分法は1967年にライネスらにより提案されましたが、その存在は長く知られていませんでした。それは微分値を求めるのに複素数の計算が必要であり、当時のコンピューターに搭載されたコンパイラーには簡単に使える複素数計算機能がなかったことによると考えられます。しかしながら現在、数値計算はパソコンで簡単に行うことができ、また Visual C++ などのソフトウェアでは複素数計算ができるようになっています。前述の論文は1998年になって発掘され、複素微分法はようやく日の目を浴びるようになりました。私は1990年の終わり頃から大規模ネットワークシステムを解析するソフトウェアの開発を始めました。本ソフトウェアではシステムの感度を計算するために微分値の計算が必要であり、私は本計算に有限差分法を改良して使っていました。しかし、計算値は常に高い精度で与えられないため、計算結果に不安を抱いていました。15年ほど前、ある国際学会で外国人研究者から計算誤差がほとんど入らない微分値計算法があることを教えてもらいました。それが1967年に提案され、その後長く封印されていた複素微分法でした。早速開発中のソフトウェアに本法を組み込みました。その結果、丸目誤差程度の誤差しか含まない超高精度計算が可能なソフトウェアを開発することに成功しました。現在、関数式を解析的に微分するソフトウェアを利用できるようになっており、これらを使えば常に正しい微分値の計算が可能です。しかし、私はこれらを使いません。なぜならば、この微分機能を利用した場合、常にこれらのソフトウェアを立ち上げる必要があるので、私のソフトウェアが独立性を失ってしまうからです。また、ソフトウェア全体が肥大化してしまいます。複素微分法の最大の特徴は、刻み幅を小さくするほど計算値の精度が高くなることです。前回の動画で示したように、有限差分法では刻み幅を小さくしていくと初めは精度が高くなりますが、小さくしすぎると桁落ち誤差の発生により低下します。微分の定義式を思い浮かべると、複素微分法での誤差の変化は不思議に感じますね。有限差分法での精度低下は、桁数の大きな数値の保存に制約があるコンピューター固有の特徴なのです。複素微分法では複素数のテーラー展開を基盤として理論化されます。実数 x からわずかな数 h だけ離れた点 x プラス h における関数 f(x プラス h) のテーラー展開は一式のように表されましたね。同様の展開を複素数 x プラス hi に対して行うと二式のようになります。本式の右辺の数の虚数部のみを抜き出すと三式のようになります。ここで im は括弧中の数の虚数部だけの抜き出しを意味します。これを f'(x) について解くと4式を得ます。右辺の第2項を無視すると、複素微分の式は5式で与えられます。本式による計算には h2 乗のオーダーの誤差が発生します。しかし式中には
h を小さくしたとき、ほぼ同じ大きさとなる2つの値の差を求める必要がないため、計算値の精度は h を小さくするほど高くなると期待できます。例えば、関数 f(x) において x の絶対値を1程度としましょう。誤差は h を 0.01 に取ると4桁目、10のマイナス5乗に取ると10桁目、10のマイナス8乗に取ると16桁目以降に含まれると推測できます。よって、有効桁16桁の倍精度で計算を行うならば、計算値は15ないし16桁の有効桁の最後の桁に丸目誤差が含まれる超高精度で得られると期待されます。すごいですね。本当にそうなるのかを簡単な例で検証してみましょう。関数が f(x) イコール x2 乗の場合、複素数を使った式は6式となり、虚部のみを取り出した式は7式で与えられます。よって、微分式は8式で与えられます。8式には h が含まれないので、x に微分点の値を代入することにより、微分値は h にかかわらず常に正しく得られることがわかります。次に、関数が f(x) イコール x3 乗の場合、複素数を使った式は9式となり、虚部のみを取り出した式は10式で与えられます。よって、微分式は11式で与えられます。11式は h を小さく取ることにより、確実に正しい微分式 3x2 乗へ近づくことがわかります。さらに、関数 f(x) イコール ex 乗について考えてみましょう。コンピューター上で指数関数の複素数は数値の形で処理されます。そこで x イコール2での微分値を求めることにします。h イコール 0.1 の時、複素数は12式で与えられ、これより虚部のみを取り出した値は13式で与えられます。よって微分値は14式となります。ちなみに h を10のマイナス70より小さくすれば、計算値は赤い色で示す正しい値に一致します。このような複素数の計算は Excel を使えば簡単に行うことができます。また Visual C++ ではプログラムの先頭に #include complex を書くことで複素数演算が可能となります。次回の動画で Excel を使った複素数に基づく微分値の計算法を紹介します。今回のお話はこれで終わりです。それでは次の動画までごきげんよう。